こんにちは、白川龍です。今回は警部流13代目当主雨宮弘樹先生とのコラボとなっております。よろしくお願いします。第1回目は先生のマイクをお教えいただき、第2回目は先生の投げを教えていただいて、本当にもう来てもうぜひまだ見てない方は1本目2本目見てください。ありがとうございます。最後3本目になるんですけど、先生、はいやっぱり私も先生の鎧同士はい。教わりたいです。そして受けたいです。本当ですか。これも北川先生のストライク、東郷先生の1-1パンチ、そしてたくさんのブルーパンチも受けてきたので、やっぱり鎧同士も受けないと。はい。受けたい、本当受けたいんですよ。本当ですか。それぞれやっぱその浸透の仕方が違うし、打ち方も違うので、どれも高い技術だと思うので、ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。本当にそう言っていただいて。じゃあ鎧同士たくさんあると思うんですけど、入門編となる刃文をちょっといただけますか。はい。一番のその基本となるものなんですけども、まずは手をですね上げます。ここから一気に力を抜きます。でこの時にこう手を下ろす時に肘から抜けてくるとこう重力でちょっと打つのでこうなんですかね逃げちゃうんですね、せっかくの重力が。ですのでこの腕の重さも抜けたいのでこのままこう落ちるように見えちゃうんですね。で上げてもらって力抜きます。こうじゃなくて、そうです。こうやって当たった時に威力を出す場合は、この腕をしならさないといけないんです。そうすると筋力を使うので、そうじゃなくてただ力を抜くだけです。でうまく抜けてると結構痛いんですよ。そうです。でちょっと力みがあるとこうブレーキがかかってる状態なんですよ。ですので、加減する場合は力む。そうするとゆっくり落ちるのでそんなに痛くないですね。でそれが終わったらこのかいながら先、腕の重みをまず想像するんです。これ使徒ね、うちで重要にしてるところなんですけども、自分が想像できる重さでいいんです。例えば、ペットボトルぐらいの重さとかですね、とりあえず2キロでも3キロでも5キロでもいいです。別に欲張りな人がいて10キロだって別にいいんです。その重さをイメージして腕が例えば5キロなら5キロあるんだと思って抜くんです。決して叩かない、力を抜く。そしたらちょっと重いですよね。それが腕の重さを乗っけるっていうことです。重いが重要ですね。その想像してどれだけ重いかって。そうなんです、そうなんです。結構前腕で結構やるんですけど、ここでやるんですよ。ダメージがあってもあまりこう、抜けやすくて回復しやすい。当たるとこどこだっていいんです。どこだっていいです。で力みがあると止まっちゃうんですよね。なのであと肘から抜けてるの分かりますよね。そうじゃなくて一緒にこう下ろす感じなのでこのまま下ろす感じです。で決して振らない。でカイナの重さをこういうふうに伝えます。このインパクトの瞬間に腰を落とす。で腰をこう落とすともっと痛いと。あとは落とした時にこう波紋が広がる、今イメージ、意識が大事。そうするとこう広がるんです。広がるイメージを持つっていうのが大事なんですね。なんかパンチで言ったら、例えば胸を叩くとするじゃないですか。胸を叩く時に、胸を叩こうと思うとここで止まってしまうんですね。そうじゃなくて、背中を叩こうと思って叩くとちょっとこう結果が違う、効果が違うっていうのと同じなんです。もう通ってるよっていうイメージするだけでも同じ打ち方でも違くなる。そうです。それをうちではこう波紋が広がるようにイメージしてやると。でそれがどこに広げるかなんですよ。例えば胸に打ったらこう体全体に広がるようにイメージで打つのか、この奥は何があるか、肺がありますから肺が揺れてこう波紋、そこまで想像する。具体的な想像ですね。でそれをやっていくうちに感覚ができてくるんですね。そうするともうそのイメージというか、その思って念ずることが必要なくなるんですよ。膝が前に出ると何も響かないんです。でお尻が後ろに出ても何も響きません。これは手を押さずに置いたらまっすぐ下がるんです。これ響きます。ちょっと受けてください。この状態で
こうしても膝が前に出るだけで、こっちに響かない、お尻が出てもそうです、ですから真下に腰が落ちると響きます。これを瞬間的にこう落とす。で落ち方なんですけども、ちょっと触っていただきます。この状態で落としますね。このくらいです。動いてます。このくらいでやらないと実践では使えないので、本当に小さな、本当にちっちゃな動きですよね。そうです。左胸は心臓が近いので、右胸でテープするところです。で、まずは手を投げます。ボールのようにこう手を投げます。で、決してつかない。初動だけは投げる力が必要なので、あとは惰性。あとはこの肩が先の重みを巻いてる。重さ軽いんですけど、収まりますね。で、当たった瞬間に、じゃあ、軽く。そんな。軽くですけど、ものすごい。でも、先生の打ち方も本当に軽いですね。説明ではこうやってますけども、例えば構えてて、これでも別に同じことなので、こう投げてもこう投げてもこう投げても。いいですか。ミットいらないですか。でも今のぐらいだったらここで安全に。じゃあじゃあまず手を投げます。そうなんですね。で腕の重みこれ乗っけます。本当に軽い。いや、広がりますね。結構いや、なります。これはやっぱ体感しないと。ちょっとじゃあ後藤さん、これは本当絶対受けた方がいいです。今のは白川先生もそうなんですけども、私腰はまだ落としてないんですよ。まずじゃあ1回でいきますね。腕の重みだけ。ここからボールをこう投げるつもりで、ここからもうボールを投げます。重いですよね。重い、すごい軽い、すごく軽くやられてるんですけど、先生は。びっくりしました。すごいです。これちょっと、いや、これはやっぱ年ある。いや、やっぱ体感もったいないですよ。もったいないですよ、これは。体もやっぱ大きいので、もうちょっと強気でもいいと思って。いや、先生。じゃあ腕の重みだけで、じゃあいきますね。じゃあ軽くいきますね。すごい。ちょっとじゃあひろきも本当これもったいない。本当に軽く打ってんだけど広がりますね。そうなんですよ。打つ時にポイントは剣を握らないことなんですよ。横から見るとこうなってるので握ってる風に見えるんですけども、実際はこう指1本分こうちょっとこう上げてるような感じなんですよ。ですから極端に言ったらこうでもいいわけです。このままこう当たってもいいわけです。で、なんで波紋が広がるかっていうと、当たったらこう体ってこうたわむじゃないですか。こっちも硬くしてるとたわまないんですよ。硬いものがぶつかってるとこっちしかたわまないわけです。柔らかくしてるとこっちもこうたわんでこっちもたわるんで、波と波がぶつかるんですね。そうするとこう広がっていく。お風呂場でこうジャブジャブやってると波がこたってぶつかってふわっと広がっていくのが想像できると思うんですけど、その要領ですね。ちょっと極端に言うと、じゃあ手このままやってみますね。じゃあこっから投げますね。今まではこうやってましたけども、近い場合はこっから投げます。びっくりするよね。あの距離の衝撃じゃ最後高木さん。すいません先生、本当貴重な機会なのでありがとうございます。じゃあこちらに行きます。で、先ほど言ったように、手を投げると。で、どうしても手を投げようとすると、やっぱりどうしてもねついちゃうんですね。目標物があるとどうしてもつきたくなってしまうというか。なのでちょっとこう極端にちょっともう一回やってみます。
ボールがあったとしたらボールをこう振りかぶってこう投げるようなイメージ。じゃあ1回でいきますね。振りかぶったらホームに決めて投げます。こう思いっきりバーンとつくよりもこれだけで重くて広がりますね。そうなんです、そうなんです。これびっくりしますね。これが入門なんですよね。はい、これがもう基本になっている。私もちょっと練習いいですか。もちろんです、もちろんです。まずは、まずはですね、これなしで、手ここに置いてもらって、で肩をですね、こう出さずに、まっすぐ立って、このまままっすぐ腰を落としていきます。で、後ろにこうお尻が出たり、膝が前に出たりすると、こちら側にこう落ちてる力が響きます。やりたいことっていうのは、手で押さないと、これは腰が落ちてる効果がしっかり向こうに響いてるかどうかっていうのを確認する作業なんですけども、これをこうすると響かないんですね、先ほど言いましたけど。ですので、まっすぐこうでこれを瞬間的にこうやる。つまりこれが落ちれば落ちるほど前に落ちながら、こういう。そうですね、手でいくよりも、挑んでると勝手に伸ばしてもらっていいですか。そうなんです。伸ばしていいです。伸ばしていいんですけど、ここがいるんです。そうすると勝手にここ動く。そうです。伸ばしてはいるけど肩の。そうです。各関節はいるんです。そうです。それをできるだけこう早く。うまくこう落ちてくると、だんだんこう落下するその重力が四肢に伝わっていく。実感的に。それでこの状態で、あとは手を投げるだけです。で、これをやった時の同じように、こう何キロか想像して、それがこうようなつもりでこう手を投げる。で、あとは腰を。インパクトの瞬間に押すと大きな本当にこう投げるこの軌道はどうでもいいです。当たった瞬間に腰を落とす。いいです。そうですね。その時にこの手首がどうしてもこう曲がるんですよ。曲がるとこう逃げちゃうので、ここだけは当たった時にこうまっすぐになる。そうです。ちょっともう一回やってみます。もちろん。当たった時にこうクッとこう固まってしまうと、ここで止まってしまうので、あくまでも投げたらこう落ちるような、本当にボールを投げて当たったの。いいですよ。なんか見たったが安心。いやこっちの方が分かるんですよ。そう。そう。これいいっすよ。ちょっと一回もう相当入ってますよ。入ってますよね。中に。でもここを意識してます。固めるんですけど固めないみたいな。そうです。ここがこうなってると、こうなったり手首今イメージ。これちょっとじゃあ。で、もう落とし穴にこう。そうです。でこの時にこの顎がこうやって上がると、自分の体の重心っていうのが外側に前側に流れるんですよ。そうすると乗らない。ですのでちょっと顎引き気味で、脱力するとどうしてもこうなっちゃうんですよね。首切れるんですけど。そうです。ちょっと後ろの姿勢でやってみましょう。肩幅で背の感じいただいて、肩幅ですね。ちょっとだけ直してもいいですか。お願いします。これで肘のバランスを変えます。そうするとこれがちょっとでもこう出ると弱くなる。ですからちょっとだけこう入ると、これでちょっと投げて。この姿勢強いですね。もう強いですね。そうです。でもう楽に。そうです。でこ
ここから今投げてるので、はい、腕全体でこうドーンと。そうです。広がっていくような、はい、そうです。それをいろんな軌道で出す稽古を。はい。いやでもこの姿勢作ってやると全然違いますね。そうなんです。姿勢がやっぱり4面原則が守られてると、やっぱりこう効果が大きいんですよね。入門編はこれでクリアということで先生大丈夫ですか？もちろんです。ありがとうございます。脱力がねすごいですから。でも脱力ってもいろんな種類あるので、やっぱ脱力するとどうしても打った時上に上がっちゃうんですけど、やっぱりこの姿勢が大事なんです。そうですね。すごい今もう好きです。いや本当に脱力っておっしゃるように本当にそうなんですよ。脱力っていろんな脱力があって、空手には空手のおそらく脱力があって、合気道に合気道の脱力、ケーブルにはケーブルの脱力があって、置かれてしまうかもしれませんけども、合気道をやってる方が空手を経験された時に、ちょっと硬いなともしかしたら感じるかもしれませんし、それは硬いんではなくて、空手は空手の脱力法があるというか、やっぱり違うっていうのがね、やっぱりすごくその理解が大事という。でもそうですよね。脱力って本当複雑なので、それぞれの競技に合った脱力って感じですね。本当にそうです。はい、ということで先生、今日は鎧同士の波紋を教えていただきました。はい。実際に教えていただくと広がりだったりイメージする姿勢っていうのが大事でしたので、非常に勉強になりました。どの前さん本当にありがとうございます。本当に簡単には覚えられないので、でも何回もこの感覚を大事にしながら稽古していくってこと。そうですね。やっぱり武術っていうのはその知識だとか理論だとかその言語化するだとかってそういうそれもすごく大事ですけども、やはり伝承というのはこの感覚を伝承していくっていうのがやっぱりすごく大事なことだと思うので、やっぱり感覚があってこそのなんつうの言語化ということですね。でも現代にはやっぱこう YouTube とか DVD とか見て学ぶっていうのも一つ。そうですね。そうですね。鎧同士興味持った方はじゃじゃんとなんと雨宮先生の DVD が発売されました。 DVD ジャパンより。これはもう本当鎧同士の中の波紋、打針、弁打、なんですか、千打がもう詳細に解説されてるんですもんね。私も本当に勉強したくて買いました先生。またこれ Amazon の DVD ランキングでも1位をされて非常に売れている DVD で最初入手困難ですよ。いや本当にありがたいことで本当にありがとうございます。これを見れば大体イメージがある程度形分かって、そしてあとはもうケーブル実際に雨宮先生に体感していけばもうしっかりと体感して覚えられるってことですもんね。ぜひ興味ある方はこの DVD ぜひご覧ください。本当にありがとうございます。気遣っていただいて本当ありがとうございます。本当分かりやすいですよね。本当ですか。ありがとうございます。いや非常にやっぱようやく一般公開されてみんなもすごい驚きがたくさんあったんじゃないかな。そう言っていただけると本当にありがとうございます。今回先生と真摯に交流できて、やっぱりそのケーブ流合気体術の意味っていうのはちょっと分かりましたね。本当ですか。やっぱりその合気単体で使うわけじゃなくて、あと銃法単体で使うわけじゃなくて、やっぱりこういう鎧同士などの打撃をうまく組み合わせて選択肢を広げて実践的なものにしていくっていうことですよね。そうですね。いやもう本当により理解が深まりました。ありがとうございます。素晴らしい交流ありがとうございます。いやどうもありがとうございます。いや本当この YouTube で流れてるのはほんの一部なので、本当にまた公開できないんです今度教えてください。いやもちろんありがとうございます。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ雨宮先生のチャンネルでも合気道いろいろ交流してますのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。